皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。こんにちは、白帯ちゃんです。今日は久しぶりの TRPG 温故知新をやっていきたいと思います。7回目ですね。今日はですね、特に気合が入っております。なぜならですね、今日ご紹介するのは僕が多分人生で一番たくさんシナリオを作って一番たくさんコンベンションでゲームマスターをやったゲームだからです。その名も、ででん、桜花宝針です。漢字4文字。でも、そんなに好きなのに、どうしてこれまで紹介しなかったんですか？実はね、ちょっと理由がありまして、僕の中でこの温故知新のコーナー、完全にサポートが終了しているゲームだけ紹介するっていう決まりを作っていました。温故知新というタイトルから、どうしても古いとか、昔のゲームっていう文脈で紹介することになってしまうので、今現在ね、何か少しでも新しい動きがあるゲームに対しては、失礼になるんじゃないかということで、取り扱うのを避けてきました。桜花宝針実はですね、中国語版展開の噂なんかがありましたので、あえてね、ちょっと紹介するリストからは外していたんです。なるほど。でも、よくよく考えたら、この先ね、少しでも展開がある可能性があるからこそ、大好きなゲームはどんどん紹介した方がいいんじゃないかな、ということに今気づきました。新展開があった時にね、皆さんが検索した時に、黒帯チャンネルで紹介しているような動画にたどり着いて盛り上げる一助になれれば嬉しいなと思ったわけです。そういうことだったんですね。じゃあ、今後は紹介できるゲームの幅も広がりますね。そうですね。というわけでね、改めてこの桜花宝針紹介していきたいと思います。結構発音にもブレがあって、桜花宝針って一綴りで発音する人もいるし、桜花宝針って二つで言う人もいるんですけど、僕は桜花宝針って一綴りで言っちゃうので、それで活かせていただきたいと思います。桜花宝針ですね、1994年にルールブックのこの初版が発売されました。プレイヤー用とゲームマスター用の2分冊になってます。D&D のプレイヤーハンドブックとダンジョンマスターズガイドでおなじみのね、分け方なんですけども、ひとまずね、プレイヤーが必要なのはこっちの1だけなので、友達を誘いやすいというのが特にお金がなかった学生時代はとても助かりました。その後ですね、2001年かな ?7 年後ぐらいですね、この大判の大きな2版というのが発売になっています。これは今までのデータが全部まとまっていたりとか、微妙にちょっとルールも改定になっています。で、その4年後、2005年ですね、この第3版というのが出るんですけど、これ実は同人サークルのですね、ライトブリガーさんというところが第3版をですね、このグループ SNE さんの公認を受けて、なのでちゃんとグループ SNE って書いてあるんですが、公認を受けてこの第3版、プレイヤーブックとゲームマスターブック、あと他にシナリオブックもあるかな、が発売されました。同人版が制作元から公認されるなんてすごいですね。そうですね。すごい熱意だと思います。実はちょっとこの第3版が出たあたり、僕、落書き王国のシリーズの仕事で忙しくて、同人版はあんまり深く終えてなかったんですけど、自分たちで許諾受けてでも作っちゃうというような熱心なファンが多いゲームなのは間違いないと思います。そんな感じでですね、同人版含めて第3版まで出ているんですけども、僕が一番遊んでて思い入れがあるのはこの最初の文庫版なので、今日はですね、この第1版の文庫版をベースにご紹介していきます。2版以降でルールが微妙に変わったりとか、言葉が変わったりっていうところがあるので、今回はあくまで初版のルールを基準に説明していきたいと思います。大枠はその2版とか3版でも大きくは変わってないので、おそらくほぼほぼ読み替えができるかなと思います。早速ですが、ゲームはどんな内容なんですか？タイトルが漢字だから和風ファンタジーですかね？桜花宝針、漢字4文字ですが、古代中華風のファンタジー世界を舞台に、プレイヤーは1000人になって遊ぶ TRPG です。中華仙人？そう、桜花宝針はですね、西遊記とか方針演技なんかに登場するような超常の能力を持った1000人が主役になるゲームです。タイトルにね、方針、封じる神って書いてあるのが入ってるように、方針演技的な世界観とか概念が設定としてはかなり多く取り入れられています。発売当初はですね、これあんまり馴染みがなかったということと、僕はあんまり気にはならなかったんですけど、結構コンベンションなんかで立てようとすると、漢字ばっかりで難しそうとか、世界観が独特すぎるっていう反応をよく耳にしました。その後、栗橋信介先生がですね、漫画の連載されていたりとか、あとは友野翔先生の小説なんかが次々に発売されてですね、そういうのを読んだりすると、解像度が上がって世界観に対する理解が深まっていきました。そして何よりですね、これの発売の2年後、1996
年から週刊少年ジャンプで藤崎龍先生の方針演技がスタートします。これがめちゃめちゃ大ヒットしまして、それ以降はですね、結構コンベンションでも一言で言うと方針演技が遊べるゲームですよっていうような説明ができるようになって、格段にね、遊びやすくなったという経験があります。僕が北関東のコンベンションで毎週桜花方針立ててたのもこの頃だったりします。漫画がヒットする前は方針演技は知名度高くなかったでしょうからね。なので漫画で仙人とか彼らが使うですね、漫画の方だとパオペイというですね、魔法アイテムみたいのがあるんですけど、桜花方針では先方、仙人の宝と書きますが、ほぼ同じものだと思いますが、こういう概念がね、ビジュアルで表現されたっていうのは大きかったかなと思います。ゲームとしてはですね、プレイヤーは駆け出しの仙人になって困っている人たちを助けたり、世の中にはびこる悪事を見つけて、妖怪とかね、邪悪な仙人みたいな奴らと戦って、徳を積んでいくっていうのが大きな目的になります。徳？経験値みたいなもんですか？経験値にかなり近いんですけども、掟に背いた行動をしたりとか、あとはむやみに力を求めたりとかすることで徳は減少することもあります。経験値とかね、レベルを減らしてくる敵が出てくるようなゲームも他にはありますけども、敵の攻撃ではなくて、プレイヤーの行いの評価によって経験値が上がったり下がったりするっていうのは面白いところなのかなと思います。徳を積むことで能力値を上昇させたりすることもできますし、さらに寿命が伸びていきます。キャラクターの寿命は決まるんですか？もちろんね、寿命が来たら仙人といえども死んでしまうんですけれども、徳を積めば積むほど仙人は寿命がどんどん伸びていきます。その寿命を消費することで、先方と呼ばれるですね、強力なマジックアイテムを獲得することもできます。先方にはですね、例えば火を吹く槍の火戦装みたいなものだったりとか、あとは時を止めてしまう定時犯みたいなね、特殊なアイテムもあったりします。かっこいい。ブルーフォレスト物語などね、他にも寿命の概念があるゲームっていうのはいくつかあるんですけども、経験を積んで寿命がどんどん伸びていって、それを消費してアイテムを獲得するみたいなゲームは面白い作りだなと思っています。プレイヤー全員が仙人ってことは、クラスのような役割分担はないんですか？クラスに相当するのは同等というですね、仙人の流派のようなものがあります。プレイヤーはね、ここから基本的に一つ選びます。同等によってですね、使える戦術、魔法みたいなものですね、とか、もらえる戦法、さっきのマジックアイテムが異なっていて、あとはですね、守らなきゃいけない戒律がそれによって決まります。ざっくりクラス的な概念っていう感じですね。一つはですね、木火土金水というですね、物質要素を操る五トンというですね、五行を操る五トンというやつが5種類ですね。あと自分が変身したりとか幻を見せたりすることが得意な変化幻術。あとですね、鬼と書いて鬼と読むんですけど、日本の鬼とはちょっと違って中国の鬼っていうのは幽霊のことを指しますが、霊魂と話したりそれを操ったりすることができる正気。楽器や音楽によって自然界にあるものを操ったりすることができる長生。空間や時間の法則とかを読み取ってそれを利用することができる風水木泉。物事のね、物質の持つ性質を禁止してしまって行動を封じたりとか、その存在自体を消滅させたりするようなことができる禁樹。薬を調合したり、刺激樹、ペット的なやつですね、を作り出したりすることができる符庫。それから最後にですね、呪いとか祝福したりみたいなことを扱う縁味縁生。ボトンが5つに分かれるので、8K と12種類ですね。この中から選ぶことになるんですね。戦士や魔法使いとかじゃないんですね。聞いたことがない言葉ばかりです。はじめ言葉の難しさに戸惑うところあると思うんですけど、仙人はですね、ざっくりみんな必ず戦術が使えて戦闘もできるということで、全員が魔法戦士っていう風にイメージしてもらえばいいんですけども、この同等は例えば火戦装がもらえる5トンの家業、火のね、能力者は接近戦が強いよとか、この流派は情報収集が得意だよみたいな特徴もあったりはします。西洋ファンタジーだとですね、属性ってよく地水火風の4種類、プラス光闇みたいなのが入ることが多いと思うんですけども、桜花方針は木火土金水の5行というのを採用してます。5行はね、結構綺麗にくるっと回る属性の関係っていうのは5行相克とか5行相生というんですけども、4属性だと土と風が対立していて、火と水は対立してるけど、じゃあ水は風に対してどうなのみたいなところは全然関係なかったりみたいな、一方向の2つの関係性だけみたいになっちゃうんですけど、5行はぐるっと一周回っているので、属性の有利不利だとかっていうところが整理されていて、
で、とても面白いです。僕はこのゲームで実は5行相国とか5行相生という概念を覚えました。曜日みたいですね。そもそもね、日本の曜日の名前も、陰と陽を表す太陽と月、日と月かなと、それに木火土金水の5つの星を合わせた七曜というのから来てます。本場のね、中国語だと、今、シェンチイーとかって言って、正規1、2、3、4、5、6、7っていう割とシンプルなね、曜日の表現になってるのに対して、本場じゃない日本の方がね、5行が残ってるっていうのは結構面白いなと思います。脱線しましたが、世界観はすごく独自なのはわかるんですが、ゲームシステムはどんな感じなんですか？よくぞ聞いてくれました。大花方針ね、世界観は中華風ということで、他にね、類を見ない面白い世界観なんですけど、世界観だけじゃなくてですね、すごいゲームシステムも、すごい新しい、今紹介しても結構新しいなと思ってもらうような、すごいシステムを採用してます。魅力実は全部語ってると朝になっちゃうので、これだけ話したいというシステムをですね、3つだけちょっと絞って紹介したいと思います。1つ目は、特徴的なヒットポイントの管理システムです。通称ね、テトリスシステムとも呼ばれて、四角がですね、並んだダメージブロックでヒットポイントを管理します。横軸がですね、生命力を表します。生命力が高ければ高いほど、いっぱい横に四角が置かれますね。縦軸が天命という能力値です。天命はですね、徳が高い人ほど多くなりがちっていう感じです。例えば、生命力10で天命2のキャラは、横に10のやつが2段ありますよという風に表記されます。ムキムキマッチョな仙人とかは、だいたいそんな感じの構成になります。一方ですね、生命力6で天命が4っていう、生命力はちょっと小さいんだけど、かなり徳を積んでるよ、みたいなキャラクターは、6×4 のダメージブロックになります。術をね、メインで使うキャラなんかはこんな感じになりやすいです。ダメージを受けるとですね、この四角にチェックが入ってきます。四角の数だけ見ると、最初言ったキャラクターが20マス、10×2 の20マス。次のキャラは 6×4 で24マスということで、後のキャラの方がヒットポイントが一見多く見えます。ただですね、このゲーム、一番たくさん四角が残ってる段からダメージを受けていって、どこか一段が完全にゼロになってしまうと、キャラクターは死亡してしまいます。例えば、最初のキャラが3点のダメージを受けたら、こんな感じで削れていきます。生命力6で、天命4のキャラは、例えば、2、3、2、4みたいな小さなダメージの蓄積には割と耐えることができますが、一発でね、6点とか7点みたいなダメージを受けてしまうと、即座にね、他の段が残っていたとしても、1段が0になって死亡してしまいます。一方でですね、天命10のキャラクターは、初撃であれば最大9までのダメージには耐えることができるというわけです。そのためね、ひ弱な体格の仙人は雑魚敵に対しては強く出られても、一発で大ダメージをね、与えてきそうな敵、強そうな敵には生命力の高い戦士役が当たった方がいいみたいな戦略が生まれてきます。二つ目はですね、連続攻撃と割り込みです。このゲームですね、一回攻撃が成功すると続けて攻撃を繰り出すことができます。これが連続攻撃です。カンフー映画とかね、武教ものだと一発入った後にはい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 みたいな感じで連続で追い込んでいくみたいなシーンがありますが、あのイメージですね。たとえ小さなダメージでも1とか2とかみたいなダメージでも何度も攻撃が成功し続けるとどんどんブロックが削られていってしまいます。これを防ぐためにですね、その味方はですね、その攻撃に割り込みというのを行って連続攻撃を阻止することができます。このね、要素があることで戦闘のね、緊張感がぐんと増します。ヒットポイントの削り合いでね、100ヒットポイントがあるキャラクターが10ダメージを食らってもあんまり緊張感ないと思うんですけども、このダメージブロックの仕組みと連続攻撃で本当に1ターン目からやられてしまう可能性が双方にあるっていうね、その怖さと、あとはそれを阻止するためにですね、他の味方が攻撃を受けている時って普通の TRPG だと結構暇になっちゃうんですけど、どこで僕が割り込もうかなみたいなことを考えるということで、ずっとみんなで戦闘を楽しむことができるっていうところがすごく秀逸だなと思います。作った清松先生は天才すぎるなと思っております。最後ね、3つ目は裏成功です。これはね、攻撃を含む判定で6面体のサイコロを2個振るんですけども、その出目をね、裏返すことができるっていうシステムです。例えば、基本的には大きい数字を出した方がいいんですけど、1、2とか低い数字だったとしても、これを裏返すと必ずサイコロというのは裏側の面との合計が7になるようになっていますので、たまにね、そうなってないサイコロがあるんですけど、それはちょっとこのゲームには使えないですけども、1の裏は必ず6、2の裏は必ず5なので、1、2を裏返したら6、5の11になります。こうやって成功させるとか、達成値を上げるっていうことができます。なので、大花方針だと実はですね、裏返して
もう大して変わらない3、4みたいな平均的な出目よりも偏った出目が出た方が嬉しかったりします。小さな目をひっくり返せるなんてめちゃくちゃ強いじゃないですか。ただ、代償もあります。仙人はですね、基本的には自分の分相を徳を積んだらどんどん強くなってもいいんだけども、自分のレベルよりも高い力を求めすぎてはいけないということがあります。力を求めすぎてしまえば、邪戦、悪い仙人になってしまう危険があります。闇落ちしちゃうって感じですね。これを表現するために、裏成功はですね、いつでも使えるんだけど、その後、裏成功表というのを振って書かれている反動を受けます。この結果でですね、徳が下がってしまうようなこともあります。力が欲しいかってやつですね。誰かをね、守るために力を求めすぎて闇落ちしちゃうっていうのは結構ストーリーとしてはエモいんですけども、ほどほどにセーブしながらキャラロストしないようにやっていくというのがこのゲームのコツだったりします。他にもね、戦術や戦法、あとは中華ならではの神様とか怪物とか、他にもね、いろいろ紹介したいものがあるんですけども、ちょっと長編動画になってしまうので、ここは割愛します。ぜひね、ルールブックを手に入れたら見てほしいと思います。本当にね、語り尽くせないぐらい面白いゲームなんです。でも、いつもみたいに手に入らないんですよね。これまでに紹介したタイトルの中では、比較的中古でも探しやすいかなとは思います。僕もちょっと久々にマスターやりたいなと思ってますので、遊んでみたいという方はね、個人的に僕に声かけていただければと思います。あとね、マスターといえばですね、大花方針、マスターのやりやすさについてもね、一言紹介していきたいと思います。どうぞ。大花方針はですね、徳を積みたいという仙人が主人公なので、シナリオのね、導入を考えるのがとにかく楽なんです。なんか困ってる人を出せば導入は OK なんですね。例えば、ファンタジー RPG における金銭的な報酬とか、あとはプレイヤーが逃げ出さない環境とかね、いろいろシチュエーションを工夫しなくても、とにかくね、仙人だから困ってる人がいたら助けないとね、っていうことで、プレイヤーは必ずシナリオに乗ってきてくれます。正義のヒーローみたいなものですね。それからもう一つですね、連続攻撃とかダメージブロックっていうシステムがあることでですね、ハラハラするというところはいいんですけど、緊張感がありすぎてですね、PC はまあまあね、戦闘で死ぬことがあります。でもね、基本的にね、みんなが持ってる師匠の一筆っていう戦法があるんですけども、それを使うと圧倒的に強い師匠が1回だけ助けに来てくれるというね、オールマイティの能力を持ってます。これはもしヒットポイントがゼロになって死んでしまったとしても復活させてくれたりとか、ギリギリ敵の攻撃をさばいてくれたりみたいな形で1回助けてくれます。このね、セーフティーネットがあるおかげでセッションがね、事故る可能性っていうのがすごく低くて本当にいいんですね。安心してコンベンションでも卓が立てられます。サイコロで遊ぶゲームである以上、事故はありますもんね。そんなわけで TRPG 温故知新第7回目は僕が学生時代に一番たくさん遊ばせていただいたゲーム、魂のゲームである中華風の仙人ファンタジーの大花方針をご紹介しました。セッション回数でも今後僕がこの人生でこのゲームを超えることはないんじゃないかなと思っています。というわけでね、このコーナーでは今振り返ると意外と新しい面白いゲームをどんどん紹介していきたいと思っていますので、面白かった場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。また、新機能のハイプがですね、これスマホ限定だそうですが、表示されている方はこちらでも応援してくださるととても嬉しいです。お願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。